こんにちは、ゆっくり解説へようこそ。今日の解説は、世界中で愛され続ける、ある有名な物語よ。こんにちは。世界中でってことは、かなり有名な作品なんだな。冒険物か？それともミステリーか？そのどちらでもあるし、どちらでもないような、そんな不思議な物語なの。今日の主役は、ルイス・キャロル作、不思議の国のアリス、よ。不思議の国のアリス、か。名前は聞いたことあるな。ウサギを追いかけて穴に落ちる話だよな。その通りよ。でも、ただの子供向けの物語だと思うと、その奥深さに驚かされることになるわ。この本を一言で表すなら、そうね。常識が通用しない世界で自分とは何かを問い直す、奇妙で美しい論理パズル。そんな一冊よ。論理パズル？なんだか難しそうだな。でも面白そうだ。今日はその魅力をたっぷり教えてくれるんだろ？もちろんです。今日はこの、不思議の国のアリス、が、なぜ時代を超えて人々を引きつけるのか、その秘密を紐解いていくわ。本日の解説メニューはこちら。まず第一章では、この物語がどのようにして生まれたのか、本のプロフィールを見ていくわ。第二章では、物語の始まりをネタバレしない範囲でご紹介。アリスと一緒に不思議の国の入り口を覗いてみましょう。第三章が本日のメインよ。この本の革新的な魅力を3つのポイントに絞って、じっくり深掘りしていくわね。そして第4章で、この奇妙な物語から私たちが何を学び、どう実生活に活かせるのかを考えていきましょう。なるほどな。ただ物語を紹介するだけじゃなくて、俺たちの生活にどう役立つかまでわかるのか。それは楽しみなんだぜ。そういうこと。それでは早速、この不思議な物語の世界へ、あなたを誘いましょう。さて、まずはこの、不思議の国のアリス、という本が、一体どんな本なのか、そのプロフィールから見ていきましょう。作者はルイス・キャロルっていう人なんだよな。どんな人なんだ？やっぱり有名な童話作家なのか？それが、ちょっと違うのよ。ルイス・キャロルというのは実はペンネームで、本名はチャールズ・ラトウィッチ・ドジソンというの。そして彼の本職は、なんとオックスフォード大学の数学の先生だったのよ。数学の先生だって、あのメルヘンな話を書いたのが、カチカチの理論派の数学者だったなんて、全然イメージが結びつかないんだぜ。面白いでしょう？でも、この物語がただのファンタジーで終わらない理由の一つが、まさにそこにあるの。論理や言葉遊び、数学的なパラドックスが、物語の至るところに散りばめられているのよ。この物語は、彼が学寮長の娘であるアリス、リデルという少女とその姉妹のために、船遊びの最中に即興で語って聞かせたお話が元になっているの。即興で作った話がこんなに有名になるなんてすごいな。アリスちゃんがよっぽど気に入ったんだろうな。アリスに、このお話を本にして、とせがまれたのが、出版のきっかけだったそうよ。1865年に出版されて以来、150年以上にわたって世界中で翻訳され、愛され続けているの。なるほどな。それで、この本はどんな人におすすめなんだ？子供向けなのはわかるけど、大人も楽しめるのか？もちろんよ。むしろ、常識や固定観念に凝り固まった大人にこそ読んでほしい一冊ね。具体的には、まず、豊かなイマジネーションや非日常の世界に浸りたい人。現実から少し離れて、頭を空っぽにして楽しみたい人には最高よ。それから、言葉遊びやブラックユーモアが好きな人。登場人物たちの会話は、一見意味不明だけど、よく考えると皮肉が効いていて面白いわ。そして最後に、新しいアイデアや発想のヒントが欲しいクリエイティブな仕事をしている人。常識を疑うことの重要性に気づかされるはずよ。なるほどな。子供から大人まで、いろんな楽しみ方ができるってことか。作者が数学者だって聞くと、なんだか見方が変わってくるな。では次に、物語がどのように始まるのか、ネタバレをしないように気をつけながら、あらすじを簡単にご紹介するわね。待ってました。アリスがどうやって不思議の国に迷い込むのか、詳しく教えてくれ。物語は、ある晴れた日の午後、アリスがお姉さんの隣で本を読んでもらっている、のどかな土手のシーンから始まるの。でも、その本には絵も会話もなくて、アリスは退屈しきっていたわ。絵も会話もない本なんて、何の役にも立たないじゃない。ってね。いきなり辛辣だな。でも、子供の頃はそう思うよな。絵がない本は難しく感じたもんだ。そんな退屈な時間の中、突然、ピンクの目をした白ウサギがアリスのすぐそばを走って通り過ぎるの。ただウサギが通り過ぎるだけなら、それほど驚くことじゃないわ。でもそのウサギは、大変だ、大変だ、遅刻しちゃう、と独り言を言っていたの。喋るウサギ。それは確かに普通じゃないな。それだけじゃないわ。さらに驚くべきことに、そのウサギはチョッキのポケットから懐中時計を取り出して時間を確認し、また慌てて走り去っていくのよ。うわぁ、それはもう完全に人間じゃないか。そんなの見たら、追いかけたくなる気持ちもわかるぜ。好奇心に燃えたアリスは、ウサギを追いかけて野原を横切り、生垣の下にある大きなウサギの穴に飛び込むの。その穴は、まるで深い井戸のようで、アリスはまっすぐ、まっすぐ、どこまでも落ちていくわ。でも、落ちるスピードはとてもゆっくりで、周りを見回す余裕があったの。井戸の壁には食器棚や本棚があって、地図や絵なんかもかかっている。
アリスは落ちながら、棚からオレンジマーマレードの瓶を手に取ってみたりするのよ。落ちてる最中に、随分余裕だな。でも、空っぽだったんだろ？残念ながらね。そして長い落下が終わってたどり着いたのは、たくさんの扉がある、薄暗暗いホール。ここから、アリスの本当の冒険が始まるの。導入部分だけでワクワクするな。この後、体を大きくしたり小さくしたりするんだよな。そうよ。小さなテーブルの上にある鍵と、小さな扉。体を小さくする飲み物と、大きくするケーキ。不思議の国は、入り口からすでにアリスを試しているかのようね。あらすじはここまでにしておきましょう。さて、ここからはこの物語が持つ革新的な魅力について、3つのポイントに分けて詳しく解説していくわ。待ってました。150年以上も人々を引きつけるからには、それなりの秘密があるはずだよな。まず、革新ポイントの1つ目は、徹底的に非常識な世界観と、そこに潜む論理。非常識な世界観、っていうのはわかる気がするな。体が伸び縮みしたり、動物が喋ったりするんだもんな。でもこの物語の凄さは、それが単なる、何でもあり、のデタラメな世界ではない、というところにあるの。不思議の国には、不思議の国なりの、奇妙なルールや論理が一貫して存在しているのよ。例えば、有名な、狂ったお茶会、のシーン。3月うさぎと帽子や、そして眠りネズミが、終わることのないお茶会を続けているわ。聞いたことあるぜ。席がたくさん空いてるのに、空いてない。って言いがかりつけられるんだよな。そう。そして帽子屋がアリスに、カラスと書き物机はなぜ似ているという、答えのない謎々を出すの。彼らの会話は一見、尻滅裂。でも、彼らは、時間、と喧嘩してしまったせいで、ずっと、午後6時、お茶の時間、を繰り返している、という彼らなりの理由と論理があるのよ。なるほど。めちゃくちゃに見えて、ちゃんと理由があるのか。だからただの変な奴ら、で終わらないんだな。そうなの。これは、私たちの世界の常識や論理が、唯一絶対のものではない、ということを示唆しているの。視点を変えれば、全く別のルールが支配する世界が存在する。作者が数学者だからこそ描けた世界観ね。次に、革新ポイントの2つ目は、一度見たら忘れられない、強烈な個性を持つキャラクターたち。これは文句なしにそうだよな。チェシャ猫とか、ハートの女王とか、今でもいろんなデザインで見るもんな。まさに。例えば、神出鬼没のチェシャ猫。ニヤニヤ笑いだけを残して姿を消す有名なシーンがあるわね。彼はアリスに、ここではみんな狂ってる、と言い放ち、哲学的な問答をする。彼は、常識が通用しないこの世界で、ある種の案内役であり、物事の本質をつくトリックスターなのよ。ただの変な猫じゃなくて、ちゃんと役割があるんだな。どっちの道に行きたいかによるね、みたいなセリフ、深いよな。そして、もう一人忘れちゃいけないのが、トランプの国の支配者、ハートの女王ね。彼女はとにかく感触持ちで、何か気に入らないことがあるとすぐに、首を跳ねておしまい。と叫ぶ、まさに理不尽な権力の象徴よ。あんなのが上司だったら絶対嫌だぜ。話が通じないってレベルじゃない。これらのキャラクターは、ただ奇抜なだけじゃないの。ビクトリア朝時代の英国社会に対する風刺が込められている、という解釈もあるのよ。堅苦しい社会のルールや、権威主義へのアンチテーゼとも取れるわね。そして、最後の革新ポイント、3つ目。これがこの物語を普及の名作たらしめている最大の理由かもしれないわ。自分とは何かを問う、成長の物語、という側面よ。成長の物語？アリスって、元の世界に帰りたがってるだけで、何か成長してるイメージはなかったんだが。物理的に体が伸び縮みするだけじゃなく、アリスの心も大きく揺れ動いているの。物語の序盤で、アリスは自分が誰だかわからなくなってしまうシーンがあるわ。青い芋虫に、お前は誰だと問われたアリスは、こう答えるの。自分でもよくわからないんです。朝起きた時は誰だったかわかっていたのに、それから何度も変わってしまったみたいで、と。深いな。体が大きくなったり小さくなったりして、知ってるはずの暗唱もめちゃくちゃになって、確かに自分が自分でないような感覚になりそうだ。そうなの。このアリスのアイデンティティの揺らぎは、子供が大人へと成長していく過程の、不安定な心理そのものを象徴しているのよ。最初は理不尽な出来事に戸惑い、泣いてばかりいたアリスが、物語の終盤、ハートの女王の裁判では、馬鹿げてる。と、理不尽に対して真っ向から立ち向かうの。あの女王様に、馬鹿げてる、って言えるのはすごい勇気だぜ。確かにそれは成長だ。そう。常識の通用しない世界での冒険を通して、アリスは、自分は自分である、という確固たる自我を確立していく。これは、私たち誰もが経験する自分探しの旅のメタファーなのよ。なるほどな。ただの不思議な冒険探じゃなくて、ちゃんとテーマがあるんだな。そう思うと、めちゃくちゃ奥深い話じゃないか。これまでの解説で、不思議の国のアリス、がただの子供向けではない、奥深い物語だということが分かってもらえたかと思うわ。よくわかったぜ。で、このめちゃくちゃで奥深い物語から、俺たちの人生や仕事に役立つことって何かあるのか？良い質問ね。大きく分けて3つの学びがあると思うわ。まず1つ目は、常識を疑い、前提を問い直す力、よ。
アリスが迷い込んだ世界では、私たちの世界の常識は一切通用しない。ウサギが時間を気にして走り、猫が哲学を語る。この非常識な世界を体験することで、私たちは知らず知らずのうちに、こうあるべきだ、という固定観念に縛られていることに気づかされるの。確かに、仕事でも、今までこうだったから、って理由だけで続けてること、たくさんあるもんな。それって本当に正しいのかって考えるきっかけになるな。その通り。イノベーションや新しいアイデアは、常識を疑うところから生まれるものよ。この本は、私たちに、もし前提が違ったらと考える思考の柔軟性を与えてくれるわ。二つ目の学びは、自分自身のアイデンティティを大切にする、ということ。アリスは、体が伸び縮みしたり、へんてこなキャラクターたちに翻弄されたりする中で、自分が誰なのかわからなくなるわ。でも、最終的には、私はアリスよ、と、自分自身を肯定できるようになる。周りに流されて、自分が何をしたいのかわからなくなることってあるよな。特に、いろんな情報が溢れてる現代では。そんな時、アリスの物語は、周りがどれだけ奇妙でも、あなた自身の感覚や考えを信じていいのよ、と教えてくれる。理不尽な女王に立ち向かったアリスのように、自分の中の、正しい、という感覚を信じる勇気を与えてくれるの。そして三つ目の学びは、好奇心と想像力の価値、を再認識させてくれることね。そもそも、この壮大な冒険は、アリスが、喋るウサギがいる、という好奇心からウサギを追いかけたことから始まっているわ。確かに、もしアリスが、まあ、いいか、って退屈なまま土手で寝てたら、何も始まらなかったんだもんな。大人になると、効率や正しさを求めるあまり、子供の頃のような純粋な好奇心や、もしも、と考える想像力を忘れがちになるわ。でも、人生を豊かにし、新しい扉を開くのは、いつだってそうした心なのよ。この物語は、私たちの中に眠っている、アリス、およびさまし。もっと世界を面白がっていいんだよ、と、背中を押してくれるの。なるほどな。常識を疑い、自分を信じ、好奇心を忘れない。そう考えると、あのはちゃめちゃな物語が、ものすごく重要な人生の教科書みたいに思えてきたぜ。というわけで、今回はルイス・キャロルの普及の名作、不思議の国のアリス、を解説してきました。良かった点は、やはりその圧倒的な独創性ね。数学者ならではの論理的な言葉遊びと、奇妙で魅力的なキャラクターたちが織りなす世界は、唯一無二の読書体験を約束してくれるわ。読むたびに新しい発見があるから、大人になってから読み返すと、子供の頃とは全く違う面白さに気づけるのも素晴らしい点ね。注意点としては、明確な起承転結や、わかりやすい教訓を求める人には、少し戸惑うかもしれないわ。物語は脈絡なく進んでいくように見えるから。でも、その、意味のわからなさ、こそがこの本の魅力。頭で理解しようとせず、アリスと一緒に不思議の国を漂うような感覚で楽しむのがおすすめよ。なるほどな。つまり、この本は、常識に疲れた大人が、忘れていた子供の頃のワクワクを取り戻すための、最高の処方箋。って感じだな。ふふ。うまいこと言うわね。まさにその通りかもしれないわ。この本が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみて。あなたの世界の見方が、少し変わるかもしれないわよ。このチャンネルでは、これからもあなたの知的好奇心を刺激する名作をたくさん紹介していくので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。それじゃあ、また次の解説で会おうぜ。